回は私が所有しているムチの数を全部数えてみた結果、なんと979本もあったんですけれども、今回はそのムチについて細かく種類分けして説明していきたいと思います。日本語でムチというと、いろんなダグを総称して使ったりすることが多いんですけれども、海外だとムチイコールウィップというと、一本ムチ、バラムチ、乗馬ムチのことをウィップと言って、牽引とパドルなどはムチの種類には入ってこないですね。で、英語で言うと全部まとめると、インパクトツールの中のムチ、牽引、パドルというふうに分けて、いるようです。今回は、一本ムチ、バラムチ、乗馬ムチ、牽引、パドルと大まかに5つに分けて説明していきたいと思います。一本ムチで一番有名なのはブルーウィップ。主に牛を追い立てるために昔使われていたものを、人間の拷問に使うようになったことが始まりです。ブルーウィップは、長さは1メートルから8メートルほどあります。構造がですね、このお尻の部分、グリップエンド、持つ部分、ハンドルグリップで、接続部分、キーパーで、この長い部分、トングからの先の部分、ポールと先にクラッカーがついています。芯がしっかりしていてね、このような形のものをブルーウィップと言います。一本ムチの中にももっと分けるとその国々で呼ばれ方が違ったりとかするので、本当に細かく分かれていくんですけれども、その中で私が分かるものをいくつか紹介していきたいと思います。ブルーウィップなんですけれども、先端が2種類ありまして、クラッキングタイプとターゲットタイプというものがあります。で、私はターゲットタイプというのを一つも持っていませんでした。多分どこかにあるんだけどちょっと見つからなくて、このフォールの部分を付け替えができるムチがあるんですけど、そのフォールの部分をもうちょっと平べったい皮をつけて、ターゲット、相手を狙いやすくなるターゲットタイプというものと、この先端紐になってますね。この紐になっているものが、先端のものが、クラッキングタイプと言います。クラッキングタイプはこの細い紐で空気を切り裂くことによってムチのパーンという音を鳴らすことができます。ターゲットタイプの先にクラッキングがついているタイプもあれば、そのターゲットタイプのベロだけがついているものとあるんですけど、私はちょっと持ってなかったのですみませんこのクラッキングタイプとターゲットタイプというものがあります。クラッキングタイプね、これは汚れたりとかしたら交換することができます。一続きにつながっていて、ここに芯はあるんですけれども、さっきのようにはっきりした芯はなく、ずっとつながっています。で、ここにキーパーがついていないタイプ、これを、スネークウィップと言います。ヘビみたいですね。で、先は先ほどのブルーウィップと同じで、ここに、フォールがついていて、ここに、クラッカーがついています。で、小さくまとめやすい、くる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 持ち運びやすいという特徴があります。で、これを、スネークウィップと呼びます。で、スネークウィップに似てるんですが、このようなタイプですね。で、くるくるくるっとちっちゃくすることもできますね。ちょっと短い。で、先がムチと
一つにつながっているタイプ、これをシグナルウィップと言います。トレーニングウィップなんですけれども、このように棒からムチが接続されて伸びているタイプ。今私が持っているのが、馬用の呼び方はストックウィップと言います。で、日本の競技ムチの方とかもよく使われているムチみたいなんですけど、その場合こういうムチをストックウィップと呼んでるみたいです。特に牛に使う場合はカウウィップと呼ばれていて、カウウィップはこの先端部分がくる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 っと特別な編み方がしてあるみたいで、それをカウウィップと呼ぶようです。私は持ってなかったんですけど、あとは、ブロックウィップというのがありまして、ブロックウィップは去勢された牛の調教のために使われてたもので、すごい大きい牛ですよね。名前がブロックイコール去勢された牛、お牛なんですけど、この棒の部分の長さが150センチもあって、で両手で掴んでぶん回して、でそれで音を鳴らして、その音で牛をびっくりさせて調教していたものがあるみたいです。さすがに私もそれは持っていませんはい、あとは動物、今ではちょっと信じられないんですけど、昔はね、犬にも使ってたみたいで、それはドッグウィップと呼ばれています。日本のムチ業界で割とよく使われるのがこれぐらいの長さのベロがついてる一本ムチをよく使われているんですけれども、これも種類的にはシングルテールって呼べるんじゃないかなと思います。シングルテール、なんか呼び方難しいですね。でもシングルテール、先がバラバラのものもあったりしますね。で、私が一番よく使っているのがこのムチですね。これはドイツのムチなんですけれども、これも一本ムチの仲間で、そのホームページにはシングルテールというふうに一応分類的には書かれてました。で、日本はどこでも狭いので、なかなか長いの使いづらいので、だいたいこれぐらいの長さのものが日本では割と重宝されてます。で、中には変わったムチがたくさんあって、ロープで作られているもの、これも日本でかなり有名なムチなんですが、ロープで作られた一本ムチだったり、この西陣織のお着物でできた一本ムチだったり、これは海外のなんですけれども、なんと鎖です。私は一度も使ったことはないですこんな鎖でできた一本ムチなんかもあります。一本ムチだけでも、かなりの種類があって、その国その国で呼ばれ方が違ったり、材料が違ったり進化していったりするので、覚えるのも難しいし、種類分けも難しいですね。ムチに詳しい方がいらっしゃったらご連絡お待ちしております。